はい、おはようございます。おはようございます。3月14日、うん、ホワイトデーだね。本当やな。そんなことはさておき、海老名サービスエリアに到着しました。はい。ここ普段は寄らないんですが、まあね、バッテリー EV を買ったので、その車で試しに旅行に行ってみようというね。企画でございます。チャレンジ？チャレンジです。ね。今回の旅の相棒はボルボの EV-EX30 です。一番ベーシックなモデルでカタログ上の航続距離は 390km とはいえ満充電時の表示は 296km。 家で 100% まで充電してきたものの海老名サービスエリアに着いた時点で残量は 90%。 でちなみにまだねオーナーになってから1月ちょっとでございます。はい。急速充電というのもやったことがないのでペイペイでございます。そうですなので生温かく見ていただければ幸いでございますね。あたふたしながらやるかなと思うんで結構ね不安です。はい。もう現時点でちょっと怖いなと思ってます、ちゃんとうまくいくかどうか。ねどうなるか。うん。まあそれ以外は普段通りの旅なので楽しんでいただければと思います。はい。というわけで静岡県の浜松の方に向けてはい。走っていこうかなと思います。はい。それではレッツゴー。海老名サービスエリアを出発しておよそ2時間、掛川パーキングエリアで初めての急速充電に挑戦します。ところが2台あるうちの1台は故障中なのかなぜか使えず、もう1台の充電器が使えたのでひとまずは助かりました。充電器がたくさんあるサービスエリアを選びたくなる気持ちが少し分かった気がします。急速充電の会員には入っていないので今回は現地でスマホアプリを慌ててダウンロード。しかも利用のたびにその都度クレジットカード情報を入力する必要があって、これがなかなか地味に面倒です。雨の日でなくてよかったとこの時少し実感しました。30分の急速充電でバッテリー残量は 29% から 84% まで回復。この残量でそのまま浜松観光をしていきます。これね、他の人がいなくてよかった。ね。隣行ったらまた焦って焦っちゃうね大変大変。はい、というわけで浜松城公園駐車場に着きました。はい。バッテリー残量は 63%、高速充電で、ややこしい。高速の急速充電でそうね、それ。回復させたんですが、省エネルギー運転とかを気をつけることもなく、エアコンもガンガンつけて走っておりますので通常運行で。はい、こんな感じです。はで今夜ねお宿に泊まるんですが、もちろんお宿に充電器ありません。当然です。安いのをね、そうな。じゃらんの中から安いのを選んで探してね。安めの宿を。もちろん充電器はありませんし、駅前のね、そうな。ビジネスホテルを、いつも取るから。先着順でそう。止められればラッキーぐらいだね。駅前じゃないと居酒屋ないしね。そうなんだよね。居酒屋で飲み歩きたいからね。今夜も充電はできません。ですがもう現時点で家に帰るのにはもう足りないと出てますね。もう帰れないので、帰りのどこかで急速充電をもう一回して帰ることになるかなと思います。ですな。それが急速充電1回で足りるのか2回になるのかね、ちょっとね、様子見てやってみないとわからないとこです。ね、ちょっとね気にしながらね。っ
言ってるこのねレコーディングをしている最中もエアコンガンガンかけてますね、気にしてないねすでにはい、おはようございます。おはようございます。浜松のホテルを出てきました。はい、昨日の夜の時点でバッテリー残量 59% でしたが、もう56に減ってますね。おお、すでにね。はい、というわけでね、ちょっとね、回り道になるんだけど、浜松サービスエリア、新東名の、の方に行ってね、最後にね餃子を食べて帰ろうと思う締め餃子をそうね、最後の締めに、朝の締めにね、旅の締めに美味しかったしね、もう一回で、そこで最後に充電をしようかなと思ってます。はい。でその後はね、今日どうしようかな、アウトレット寄りたいんだけど平塚にしようかなって話してたところで、ね、だね、寄りやすい感じだよね。僕の大好きなこのチャイハネの服が売ってるそこは大事やな、というわけで、そんな感じで今日もドライブしていきます。これか、QR コード読み込んで、車両とのコミュニケーションを設定します。あ、来た。来たよかった。やった。というわけでね、ここはねすごい空いてたんだけど、なんかね見たらね、海老名の方とかはもう満車、だったり、場所によってはすごい混んでるみたいなので、結構差があるみたいやから、なので、行きましょうか。行きましょうちなみに 86% かな、まで回復しました。やりました。で257キロ、ギリ自宅まで行けるね。行けるんだけど、着く頃に数%っていうのはやっぱりちょっとね、EV 初心者的には怖いので、どっかで追加でそうね、もう一回充電したいなと思っております。おーい。はい、足柄サービスエリアに到着しました。しました。で、もう残量が 15%、怖い。120キロ区間でね、気持ちよく120キロ出してたらそんな感じになってしまいました。というわけで、慣れたもんですね。慣れたもんです。3度目です。接続しスワイプ、で、5分以内にクレジットカード情報をまた入れないといけないと。動いた？車と通信中です。そのままお待ちください。行った。充電中。よかった。やったね。本当に慣れたもんじゃない。やっと慣れてきたね。言うてるだけかと思ったけど、でも今回すんなりいったね。とはいえ毎回クレジットカード出すのは大変だから、これは使う人はあれだね、会員になっといた方がいいのかもね。楽だね。足柄サービスエリアの急速充電器で充電中です。というわけで、ここまで来ちゃうと、自宅まで帰るまで多分もう充電いらないはず。
さっきの感じだとね。ね。なのでここでラスト最後の充電かな。今回は今回浜松旅3回の充電で全部回れました。はい。家を出る時にはちゃんと 100% にしてきたので、それも込みで考えるとね、そんなもんかなと。ね。だね。というのと、あとそもそもなんですが、うちのこの車、そんなに長距離利用がね想定されてないご近所向けみたいな感じなので、もうちょいバッテリーの余裕があるロングレンジモデルとかだとちょっと違うとは思うんですがね。ガソリン民はさ、ガソリンの民は満タン入ってないと安心しない。そうやね、やっぱね減ってるとね、そう気持ちが8割でもなんかちょっとね心細いところがあったりするね。満タンじゃないとちょっと気持ち悪いみたいな。はい、そういう意識も変えていかないといけないのかもね、こういうの乗るとね。はい、それでは次に行きましょう。引っこ抜けるかなねそこが問題はい、81% まで充電できました。おーい、でかやっぱりお疲れ様でしおた。疲れ様でした。はい、平塚のアウトレット見てきました。はい。というわけで、今現在のバッテリー残量 70%、あと213キロ走れるってことなので、もう余裕持って自宅まで行けますね。ね安心安心ね。東名がもし渋滞してても多分大丈夫なはず。はず。海老名がね。するんだろうけど。というわけで今回の旅はこの辺でということで、はい、浜松まで行って帰ってくるのに3回充電。やっぱりね、お宿で充電できれば結構ゆとり持って観光したりできるなとは思いました。やっぱね、できるお宿を探すのもね、そうだね、EV ライフの大事なことなのかもしれないなと、ね、思いました。思いました。丸というわけでこの辺で、また次の旅でお会いしましょう。またね。